はい、こんにちは。こんにちは。今日はスカジャンです。スカジャンといえばこちら、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。今日はどんなスカジャンのお話が聞けますか？今日はですね、別鎮のスカジャンを紹介したくて来ました。別鎮は私も大好きです。はい、実際にね、いいですよね。乗ってます。何着か。後ろこちらはヴィンテージになるんですけども、はい、別鎮がちょこちょこ入ってるんですけど、そうですね。高級感がありますよね。僕も、はい、そんな気持ちで別鎮着てるんですよ。はい。ちょっと大人な気分になれるというか。ですよね。大人が言うのも変な話ですけど、なんか豪華な生地な感じしますよね。そうですね。やっぱり。別鎮ってそもそもどういうものなんですか？こちらは素材はコットンになります。コットン、はい、綿ですね。そうです、そうです。で、ここ起毛してるんですよね。サテンと違って独特ななんか濃淡と言いますか、輝きがあるんですよ。すごい高級感がある生地になるんですけどね。別鎮ってもともと日本人にはすごく馴染みのある生地だったんですよね。そうですね。昔から。はい、足袋だったりとか、あと下駄の鼻緒だったりとか、そういったところにも使われた生地なんですよね。ただその別鎮のスカジャンっていうのは、その初期、40年代後半から戦後からスカジャンっていうのはありますけども、別鎮のスカジャンっていうのは、実は50年代中期からじゃないと登場しないんですよね。1950年代の中頃、中期、そうですね。それはなんかちゃんと理由があるんですけど、要は戦後で武士統制っていうのがあったじゃないですか。スカジャンの話には必ず出てくる言葉ですね。米兵が着るもんですからね。それでやっぱりコットンっていう素材自体が武士統制から外されちゃんと使っていいってなったのが50年代中期からなんですよね。そうかそうか。戦後から約10年間は他にも綿とかシルクとかもそうって言ってましたよね。で普段スカジャンでよく使われているレーヨンなんかは、その統制外だったからっていう話でした。使われたんですけどね。それ以前ね、ここで松山さんを教わって、でそれが使えるようになったのが、統制が解けたのが50年代中期なんですね。中期なんです。そうなんですよね。こちらにもアスリートとかレーヨンですね。サテンはあるんですけど、やっとコットンがOK になって、そこでやっぱり高級感のある別鎮っていうのをスカジャンにも取り入れられたんですよね。そうなんですね。いろいろ歴史を紐解くと面白いですね。こちらがテーラー東洋新作ですね。やっぱり別鎮っていうのはこの黒のヴィンテージ見ても黒が多いですけど、そうですね。王道ですか？はい、王道ですね。こちらしかもですね、虎なんですよ。こういう感じで大きい虎ですね。もうザ・スカジャンって感じですよね。迫力のある大きな虎が。あと別鎮のスカジャンって袖に竜が入っているものもあるんですよね。この袖の竜は随分直線的というかまっすぐになってますね。そうですね。サテンですねのスカジャンにある袖山のラインを今回別鎮にするとこうなるっていうのもあって、この線ってことですか？なので直線的っていうのもあるんですけど、実はこの竜も少し実は珍しい竜でして、一般の竜よりも少し長いんですよね。少しって言っても本当に雲1個分とか5、6センチぐらいなんですけど、あとここの最後に尻尾があったりとかなかったりとか、その袖の竜でもいろんな表情の竜があるんですけど、これはその中でもすごいシンプルで少し長めの竜になりますね。そうなんですね。しかもこの顔がちょっとデフォルメされててキュートなんですよ。確かにこの顔は可愛いですね。可愛い目してますよね。まつげが長いというかね。そうですね。長さまで僕らは気づかないです。あれ短いのはすぐわかると思うんですけどね。なんか違うなっていうのはそういうところに秘密があったんですね。そうですね。じゃあすみません、刺繍の話ちょっといろいろ聞かせてください。このまた虎のこの色味がすごく落ち着いて見えるのは背景のせいですか？そうですね。黒い別鎮に対してこのレーヨンの糸が乗るので、少しフェードした黄色を選んだんですよね。
それもあるかもしれませんね。意図的に黄色をそういう、黄色は一色です。ただ針足でその角度によって光り方が変わりますので違って見えるかもしれませんけど、この虎の黄色は同じ黄色です。ここも、これはゴールドっぽい色ですね。これは白ですね。見え方がちょっとこう落ち着いた白になっているように見えるんですか？そうですね。私としても、昔の職人さんもそうなんですけど、真っ白っていう、そのいわゆるブリーチしたような白っていうのは使わないですね、もともと。あ、そうですか。いや、すごくなんか落ち着いた、でも迫力のあるこの運針とか、すごいですね。ちゃんとこう虎の毛並みに沿って刺繍されてますからね。それがやっぱりリアリティがあるというか、そうなんですよ。もう本当に虎、黒と黄色とっていう白で、そうですね。全体が白。実はこの竜もそうなんですよね。そっかそっか。黒と黄色と白3色。そこにこう虎のこう赤い口がバチッとこうくるわけですよ。それがその迫力の理由ですかね。この黒にこの黄色のリブって今見るとすっごいまとまりがあるんですけど、意外とない組み合わせ。そうですね。ですよね、これ。ヴィンテージだと少ないかもしれませんね。ただやっぱりこれはめちゃめちゃかっこいいですよ。かっこいいです。着てもかっこいいですし、見ててもかっこいいですし。裏行っていいですか？はい。ちょっとすいません。お待ちいただいていいでしょうか。はい。こちらがですね。おお、全く感じの違うものが出てきます。そうなんですよね。よいしょ。こちらになります。こうブルーにですね、この白のこのコンビネーション。僕も今日似たような配色の色なんですけれども、すごくスタンダードなスカジャンっていう色味ですよね。で背中もですね、この白い和紙なんですよね。さっきの話で言うと、白は重要だということでしたけど、やっぱりこれもそういうもちろんちょっと気を使って色選びになってるわけですか？さっきの虎に使ってた白とはまた違う白を使ってます。そうですよね。さっきのがちょっと金茶っぽいような色のかかった白でしたから、爽やかな白ですね。でまたここにキルティングのステッチ、白いキルティングステッチが入ってマッチしてるんですよね。こっちの面もいいですね。そうなんですよ。そういう意味ですごく爽やかで、黒の別鎮がシックで、こっちはなんかこう爽やかで、別鎮面とキルティング面で全然表情が違うので、そのギャップがいいですよね。一色で虎を表現するとか、竜を表現するとか、当時は多かったんですね。そうですね。やっぱりその極力色糸を使わずにその表現するっていうのは、やっぱそこで職人さんの技のセンスが一番大事なところですよね。簡単そうに見えて一番センスが出るところなんですね。そうなんです、そうなんです。ちゃんとそのよく本当の和紙をちゃんと見てないとこういうのは作れませんよね。羽のさっきの虎もそうですけど、向きとか、そういうことなんですね。雰囲気といいますか、そうなんですよね。シンプルだからこそ技術力が出ると、そういうことです。ものすごく説得力のあるお話ですね。はい、ありがとうございます。こちらも新作の別鎮ネイビーですね。こちらアラスカなんですよ。アラスカ好きな方多いんですよね。大人気ですね。やっぱりそうですね。この胸のこの白熊ですね。稲妻とともにこう立った白熊。これはもう大人気ですね。向かい合ってですね、すごいですね。背中をちょっと見ましょうよ。その前にこの犬ぞり、これもヴィンテージはめちゃめちゃ珍しいですからね。このアングルすごくないですか？こっちに向かって犬ぞりが走ってくるわけですよね。まさかのアングル。これがでも大人気で可愛いですよね。そうですね。白や9匹の。で気になるのがやはりすみません。背中ですね。僕はもう前がかっちゃってて、綺麗だな。これがまたヴィンテージのめちゃめちゃ珍しいパターンなんですよね。これは何ですか？これはですね、英語で言うとマウンテンゴート。マウンテンゴート。で、日本で言うと白岩ヤギ。
という白岩ヤギ、アラスカの方に生息する、ヤギなんですよね。ほう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 。なんかこれ山とかはなんかあるんですか？そうですね。これはマッキンリー山だと思いますね。こちらはマウントマッキンリー。はい、マウントマッキンリー。はい。でアメリカズラストフロンティアってもう書いちゃってあるんですよ。そのアメリカ最後の辺境の地、大自然が残るところがアラスカだと。はい。なんかこのネイビーに白とこの赤ってすごくアメリカっぽいですね。やっぱりアラスカジャンって、まあ横須賀ジャンのアラスカジャンのってどっちもスカだろうってシャレで作ったみたいなんですけど、これもちゃんとアラスカジャンには意味があるんですよね。なんでアラスカでっていうのは結局ですね、その日本でそのスカジャンというかスーベニアジャケットですね、米兵の中ですごい流行るじゃないですか。そうしたらですね、今度は米軍がですね、その環太平洋いろんなところでもそのスーベニアジャケットを作りたいっていうふうになりまして。いろんな基地がありますもんね。アメリカの基地が太平洋を囲むように。で実はですね、神奈川県の大船っていう場所があると思うんですけど、そちらにその環太平洋の PX 今売店ですね、米軍基地内の売店の商品を調達する本部っていうのがあったんですよ。商品調達本部、アメリカ軍の。はい、そうです。占領下の日本にあったわけですね。そうです。当時。その当時、交渉商会の時代にですね、その米軍からアラスカのモチーフのスーベニアジャケットを作ってくれと依頼があります。そこでポストカードとか写真とかをですね、職員さんに渡して、でこういった刺繍っていうのが日本で作られたわけなんです。じゃこの何ヤギでしたっけ？白岩ヤギの写真が送られてきて、それを見て元に刺繍をするという。アラスカって言っても、アラスカで作ってるわけじゃないんだと。でこれがアラスカに行きまして、アラスカの米軍基地内のその売店でこれが並んだわけですよ。深いですねスカジャンは。面白いですよね。大船っていうのは初めて聞きました。そうですか。大船にそういう場所があったんですね。あったんです。いいですよね。すごくなんか僕はこのアメリカっぽい色の組み合わせ大好きです。あとこの特に表情ですね。これがすごいですね。ヤギのね。キュートですよね。最高です。アラスカの場合、これ裏はどんなですか？いやすごいですよ。すごい。いいですか、また持ってもらって。こちらなんですけどね。裏はキルティング。これは別鎮は大体裏。そうですね。ヴィンテージの別鎮はキルティングのものが多いですね。中にはキルティング入ってないものとかもあるんですけど、特にアラスカのスカジャンは両面別鎮で中綿なしっていうなんていうのもあるんですよね。あるんです。すごくちょっと着にくいんですけどね。確かに実際あるんですよ。こちらですけどね。胸はさっきと同じ白クマが立ってます。でキルティング入ってまして、こちら背中なんですけど、めちゃめちゃ豪華なんですよ。あら、本当だ。もうこれぞアラスカのもうスーベニア。そうか、今パッと分かりましたよ。これが何なのかが想像がつきましたよ。教えてもらっていいですか？オーロラじゃないですか、これ。おっしゃる通りです。アラスカだけにオーロラなんですよね。まずこれオーロラがありまして、でこれがそのマッキンリー山、マウントマッキンリーがありまして、でこれがアラスカの州旗ですね。アラスカ州の旗、あとトーテンポール、それからこれがですね、ヌマライチョウっていうアラスカの鳥で、その州の鳥っていうふうになってるんです。そうなんです。あとこれが忘れなぐさ。これすべてアラスカのその州のモチーフっていうのが大集合しているものなんですよ。贅沢ですね。そうなんです。必ずこれは入るんですね。入りますね。アメリカズラストフロンティア。ア。表にも裏にも。そうなんですよね。そうか、オーロラがスカジャンで表現されてるっていうのは、僕知らなかったです。でもこれも当時写真を見て職人さんが表現したものですからね。なんかいろんな色とこう合わせてですね、こう重ねて表現してるんですよ。きっと当時の日本の人だったら、そもそもオーロラっていう言葉すら知らないで、見たまんまで刺繍したんでしょうね。だと思いますね。すごいですよね。これは贅沢だ。すごい。
松島さん、はい、普段だと、別地のスカジャンって2着やってるんですけど、例年はですね、今回ですね、3着やってるんですよ。そうなんですね。ちょっと見てもらっていいですか。はい。ですよね。いや、これもね、どこで振ろうかなって実は最初から別地に来てて、この話を遠ざけてるから、ツッコミどころ満載ですもんね。今回は触れちゃいけないスカジャンだと思ってたんです。これに関してはそういうことですね。こちらも新作だったんですね。ミントグリーンなんですよ。ミントグリーンという色なんですね。ヴィンテージでも、黒とかネイビー、あとグリーンとか赤っていうのは、別地に普通に見るんですけど、グリーンとか赤めちゃ珍しいですけど、まだ見るんですけど、それ以外の色っていうのはすごい珍しくて、実は黄色だったりとかピンクだったりとか、別地で、ベージュだったりとか白とかグレーとかいろんな色が実はヴィンテージ存在するんですよね。ほう、全くこういうのは見たことのない色ですね、私も。でしかもすごい古いものですので、ヴィンテージは汚れちゃって、こういう淡い色っていうのはもうちょっと着れないんですよね。そっかそっか。で私本当に今回なぜ3着目やってるかって言いますと、自分でもこのミントグリーンの別地のスカジャンっていうのをぜひ復刻したくて今回やらせてもらったんですよね。これ見たことない人ばっかりだと思いますよ。そうですね。知ってるっていう人いたらかなりのね、つわものですよ。でこうやって見るとなんか見慣れないから着にくいのかななんて思っちゃうじゃないですか。ところが全然すごいさらっと着れる。いいですね、似合ってますね。なんか確かに。でしかもこちらもミントグリーン以外は全てモノトーンなんですよね。リブ、あとこのパイピング、あともちろん刺繍、全てモノトーンで統一されてるんですよ。黒と白で、それがまたシンプルで着やすいっていう理由の一つでもあるんですけど。珍しいですね。確かに言われてみればそうかと思うんですけど、黒に白の和紙、あんまり見たことないですもんね、これ。そうですね。このようにこう同じぐらい色糸を使って、大体どっちかじゃないですか。の色に偏るんですけど、黒ばっかりで白いアクセントが入ってるとか、白ばっかりで黒いアクセントが入ってるとか、これは同じぐらいの量を使った表現されてるんです。周りなんかはもう白貴重だし、そうなんですよね。こういうのも作られてたわけなんですね。これはもちろんテーラートヨとしても初めて作る色。この色は初めてです。もう二度と作らないかもしれない色。そうですね。しばらくは作らないと思いますね。すぐこれ自体が数年後にはヴィンテージと言われてしまいそうな珍しい色ですよね。嬉しいですけどね。松島さん、裏言っていいですか。ここからちらっとちょっと見えちゃってるんですけどね。ミントグリーンに対してスタンダードなグリーンがちら見せさせてるわけですね。これを。すいません。おお、そうくるんですね。そうなんですよ。グリーンとはいえども、袖はこれなんて言ったらいいんですか、この色は。シャンパンゴールドですかね。シャンパンゴールド。でキルティングが入ってまして、こちらですね。すごいカラフルなこの竜のたてがみ胸なんですけどね。どうですか。ここのたてがみだけで何色使ってるんですか、これ。これブルーのグラデーションの糸なんですよね。それがこのグリーンのアセテート、この生地にすごい映えるんですよ。でこっちが竜で、こっちが富士山に桜。そうですね。で背中いいですか。こちらなんですよね。ゴージャス。ジャパンマップ。ゴージャスジャパンマップですね、これは。朝鮮半島も入ってますしね。ここね。こちらももちろん50年代中期同じように。そうです。でですね、これ地名見ていただきたいんですけど、東北地方の方に地名が集中してるんですよね。三沢だったり八戸だったり。なので当時東北地方の米軍基地内の PX、もしくは米軍の周辺ですね、基地周辺の土産物売り場で売られてたもの
と断定できるんですよね。はあ、以前もねなんかそういうお話を僕聞いたことがあります。地名が一個一個大きいですね、それでね。そうなんですよね。でも実際やっぱり米兵もせっかく自分がいた都市のなんか町の名前が書かれてなかったらねちょっと寂しいですもんね。スーベニア感は出ますよね、書いてあったらね。で自分はここにいたんだって、アメリカの家族にと話できますもんね。この竜は胸の竜に同じです。同じ竜がいるんですね。ここと背中に、これは珍しい。そうですね、珍しいパターンですね。そうですか。これはすごく色数の多い地図が出てきましたね。そうですね。地名もすごいカラフルな色糸いっぱい使ってますからね。そうか。このミントグリーン、すごくシックなミントグリーンと裏返した時のインパクトの強いリバーシブル。そうですね。別の表情を見せてますし、あとやはりこのキルティングステッチがまた効いてるんですよね。今回3作いろいろ説明聞きましたけど、どっちもこの表と裏のギャップのすごく大きな、そうですね。両 A 面って感じですね。に近い、そういうことになるわけですね。そうです。いや今日は別鎮を3方紹介していただきました。私個人的にもう昔から別鎮が好きなんです。だから本当にねまた迷わせてくれてるなと思って聞いてたんですけれども、そうですね。本当最近もう別鎮すごいなんか人気で、お客様からもすごいリクエストが多くて、で私もたまたまちょっと本当ミントグリーンの別鎮やりたかったので、すごいもう今しかないと思って、作らせてもらったんですよ。普段は黒とネイビーが多いですからね。二方のところにもう一方、ここ今がチャンスだってなったんですね。そうなんです。これからね冬になるにつれてやっぱり中綿入りで見た目もあったかそうな別鎮っていうのは本当ね僕もおすすめしたいんですけども、そうですね。今回黒別鎮の虎、あとネイビーのアラスカ、あとこの新しい色のミントグリーンですね。ミントグリーンとこの3方、ちょっと松山さんにも申し訳ないなと思ってるんですけど、3方ともめちゃめちゃかっこよくできたので悩んじゃいますよ。ちょっと選んでいただいて、もしくは3着買っていただいて悩ませていただきます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。